動画のご視聴ありがとうございます。今回の動画はクルーダッシュボードドリルの応用編、工数管理ダッシュボードの作成をしていこうかなと思います。で、今回はレコードの詳細画面、均等のレコードの詳細画面と、そしてクルーシートのサブウィンドウ内というところで、いつもであればですね、クルーダッシュボードのアプリでカスタマイズしていくんですけれども、今回他のドリルとちょっと違うのが、レコードの詳細画面にグラフ出したりとか、クルーシートの画面にクルーダッシュボードの設定したグラフを出すというような設定をしていこうかなと思います。概要欄にも貼っています、このドリルのリンクの一番下にですね、サンプルファイルのダウンロードがありますので、アプリのテンプレートであったりとか、すでに設定された設定ファイル等々、こちらからダウンロードできますので、まずダウンロードいただいて、で、皆さんお使いの均等の環境にアプリのテンプレートをまずは展開してください。アプリ展開しますと、こちら作業報告というアプリが出てきます。ダウンロードいただいたデータにサンプルデータがあると思いますので、そちらも読み込んでください。読み込んだ状態がこちらですね。約120のレコードが追加されました。で、ここからね、設定をしていこうと思います。で、アプリなんですけれども、担当者名とか所属、役割、雇用形態があって、ここに一つスペースがあります。ここにまたグラフをね、作っていくというような形になるかなと思います。要素 ID がありますので、この要素 ID もね、後ほど使いますので、覚えておいてもらえたらなと思います。で、これをね、入れた状態、スペースがあって要素 ID を入れた状態で、フルダッシュボードを開いていただきますと、こちらですね、表示エリアを選択の場所に、レコード詳細画面で先ほど設定したスペースの要素 ID を選択することができます。これをすることで、今ここはね、レコード詳細画面になっているかなと思いますが、レコードのこの一覧、いつもダッシュボードを使っている場所じゃなくて、こういう形で詳細画面の方にも設定するようなことができるようになります。それではね、設定していこうと思います。まず、積み上げ縦棒グラフを追加します。判例にプロジェクト名、そして作業区分。作業区分は工数の詳細のところにありますね。そして、年、作業月の年と、作業月の年と月を軸に。で、値に作業時間。はい、このような形になります。グラフのタイトルをダブルクリックして、こちらを作業時間に変更します。変更されました。次に、円グラフ。ドーナツタイプの円グラフを追加しまして、判例に先ほど使った作業区分、そして値に作業時間、そしてフィルターで作業月がフィールドの値に等しい作業月当月。このような形で設定いただきます。先ほどと一緒でダブルクリックをしましてタイトルを変更します。今回は表示中のレコードの担当者の情報だけを見れるようにしたいので、ホーム。ここでですね、全体検索というのがあります。ここをクリックしていただきますと、担当者名、フィールドの値に等しい、で、担当者名と。これで一旦設定ができましたので、次にクルーシートの方の設定に行くんですけれども、一旦これでアプリを更新して、実際にどういうふうに表示されているのかを見ていこうかなと思います。このような形で、それぞれの作業時間と割合が見れるようになりました。ではドリルにまた戻りまして、次にクルーシートの方にも入れていこうかなと思います。クルーシートを使うので、この一覧画面がカスタマイズになっています。これが非常に重要でして、このカスタマイズがない場合はですね、作らないといけませんので、ドリルと同じように作っていただければなと思います。それとここで先ほどね、見た一覧画面が出ているかなと思いますので、ここで設定をしていきます。今回は、このサブウィンドウにグラフを作っていくので、こちらの項目は特にどういった項目にしていただいても問題はないです。この動画では、ドリルと同じような形で設定をしておきます。ここで注意点なんですけれども、サブウィンドウを例えば、上にクルーシートの上の方で設定してて、関連シートも設定してたとしましょう。
これどちらにもね、サブウィンドウを設定できるんですけれども、例えばこちらの方のビューでサブウィンドウを設定する。で、クルーダッシュボードを表示。こちらでも設定できますし、こちらでもね、設定できるんですね。なので、例えばこっちで全体を見たいっていう場合は、こちらに設定しておく。関連シートだけに設定しておくとですね、上を押した時には表示されなくて、関連シートを押した時に表示されるみたいなことになってしまいますので、ご注意ください。ウィンの設定画面でクルーダッシュボードを開きます。すると、ここでね、さらに選べるようになっています。切り替えができますね。先ほど作ったレコード詳細画面とは別にクルーシートのサブウィンドウ、こちらにも設定できるようになりますので、次はこちらで、グラフの方を設定していきます。では、入れていきましょう。ナンバーをセットしまして、今回は合計の作業時間ですので、この作業時間ですね、工数詳細の作業時間を設定します。で、書式を押していただいて、ナンバーにしていただきます。こちら、パーセンテージが出てますので、値だけにします。で、グラフを押しまして、ここの書式をグラフと同じように入力いただくと、グラフとね、全く同じ時間になっているかなと思います。で、タイトルをダブルクリックしまして、作業時間合計と設定ができました。次に、そのプロジェクトでどれぐらい工数がかかっているのかを見たいので、円グラフですね。工数詳細の作業区分と作業時間を設定します。タイトルを工数作業区分に変更しておきます。そして最後に、大きい。縦棒グラフで担当者が各プロジェクトにどれぐらい従事しているのかを可視化したいので、積み上げの縦棒グラフをこちらにセットします。判例に作業区分。軸に担当者名で、値に作業時間でダブルクリックをして、工数担当者にタイトルを変更します。で、先ほどと同じように、ホーム、全体検索。こちらで、プロジェクト名、フィールドの値に等しいプロジェクト名。こんな形で設定しておくと、先ほどもやったようにですね、クルーシートの中でも連動して表示が変わるようにできました。ここでワンポイントとして、レコードを更新した後に更新内容をクルーダッシュボードに反映するには、ブラウザをリフレッシュするか、クルーダッシュボードのコマンドバーで再読み込みをクリックする。いずれかのね、対応が必要になります。で、コマンドバーを表示するには、この全般のところでコマンドバーを表示するをチェックしたらいいので、チェックしているバージョンとチェックしてないバージョンを見てみようと思います。ここでプロジェクトを今はワイドウィンド幅加工になってますけど、変更する。違うプロジェクトを押すと、そのプロジェクトに対して情報を見れるようになっております。品質保証の時間が今112時間ですけれども、ここを品質保証の時間を少し長くしてみます。112時間のままになってますが、ここを再読み込みすると、125時間になる。この再読み込みをボタンを押すのか、再読み込みのボタン自体を表示させるってこともできますので、設定の全般、ここでコマンドバーを表示するというものをチェックして更新していただくと、全画面表示再読み込みエクスポート出てくるかなと思います。エクスポートは権限の有無で変わってきますけれども、ではもう一つですね、品質保証の時間を伸ばして保存します。で、ここで再読み込みを押せば、時間がね、伸びているというような形ができます。このような形で、クルーダッシュボードっていうと、クルーダッシュボードの一覧の画面でデータを見る、ダッシュボードを見るというイメージあるかなと思いますが、レコード詳細画面であったりとか、クルーシートの画面で確認するっていうこともできますので、ぜひとも活用いただければなと思います。このチャンネルでは、クルーダッシュボード以外に、クルーシート、クルーデータ等々いろんな動画上げてますので、チャンネル登録といいねの方もお願いいたします。以上です。ご清聴ありがとうございました。